ンタキー。今回は最近発売されたグラボ GeForce RTX 3080を調べていきます。動画の流れは開封と外観を見る、取り付ける、光具合を見る、ベンチマークなどという流れで見ていきます。では行くよ。タキチャンネル。タキが買ったのはイノー 3D の GeForce RTX 3080 iChal X4 というもの。箱開封の光景が撮影されていないという神によるカット編集を受けつつ、こちらが本体。ブーストクロックが 1770MHz と少し持ったオーバークロックをされた、いわゆるオリファンモデルです。エルサの公式ショップで2年保証付きで売られていたので買いました。今回は特にネットに貼り付いてどうしてもすぐ欲しいって感じじゃなかったので、だいぶ出遅れ感があったんですけど、たまたま見つけたのですぐ買いました。これ結構かっこいいです。中盤に出てくる敵か味方かわからない仮面ライダーのガジェットみたいよね。今回のグラボ、パッと見てわかる。重いしでかい。長さは30センチもありますよ。何か足りないと思ったら、この GeForce ロゴの部分のパーツは別パーツになってるみたい。グラボが重さで曲がらないようにするための鋼鉄のサポートパーツだったようです。自分でネジ止めをする必要がある謎仕様。この鋼鉄のサポートパーツをつけるとき、基板から生えてるファンの配線が結構当たるので、ちょっといじって線を避ける必要がありました。ネジは緩み止めが塗ってあり、結構硬い。ねじ込むとき、金属の粉が出るんじゃないかと、ちょっと心配になりながらつけました。一応吹き飛ばす。じゃパパッとつけちゃいます。付属品はマザーボードの RGB LED とグラボの LED を連動させるためのケーブルが2種類付属されていました。付属品と呼べるものは後何に使うか謎な六角レンチが1本ついていました。とりあえず前のグラボを取り外さないとね。RTX2080 の簡易水冷モデルでした。オツ。外れたので、次は補助電源の用意。2080は8ピンと6ピンの2本だったんだけど、今回は8ピンが2本必要なので、追加の2ピンの線を引っ張り出してきた。この見た目が美しくなるクリップ式の電源延長ケーブルも8本用に取り替える必要があるので、それをやってます。地味にめんどくさい。できました。先にグラボに搭載された RGB LED をマザボと連動させるためのケーブルをグラボにつなぎました。オーラシンクとかミスティックなんちゃらとか各社の仕様に合うように RGB LED のケーブルは2本付属していました。この線、ピンが短くて恐ろしく緩いんですよね。しかも刺しにくい。もっとしっかり刺さるような構造にしてほしいですよね。では、いよいよグラボを刺すよ。マザボ電源のケーブルがグラボの下にあってちょっと狭い感じ。ケーブルの取り回しを整理した方がいいですね。この場は一旦このままで。後で引き直しておきます。多分。
個々の線も LED の光を考えると、上から差した方が LED がよく見えて綺麗かもですね。個人的にはこれでいいけど、メカモの配線かっこいい。刺さった。30センチもあるので入るか心配だったけど、ちょうどくらいに入りました。つけてみると、鋼鉄のサポートパーツのおかげか。重さで曲がるとかはあまり心配なさそうかも。あとは補助電源を挿すだけね。挿すだけなんだけど、取り回しが難しい。ぐねぐねしつつ取り付けたんだけど、線に癖がついちゃってて、キリがないのでこのくらいで完成。サポートパーツで曲がる心配はないと思ったんだけど、一応確認してみました。ケースの下の部分に水準器を当てて、グラボの上でも測ってみると、若干右が下がってる感じ。これはケースのシャージの方が弱いからそのせいかもしれません。とりあえずその辺に転がってた SSD を挟んでみたよ。ビビるほどぴったり。後でゲーミング突っ張り棒を用意しようと思います。割り箸を切って黒く塗ってもいいかもね。では電源オン。めっちゃ派手やんけ。ドライバは2080の時に最新版を入れておいたので、問題なくそのまま認識されてました。LED は異能 3D 製のグラボ制御ソフトをインストールしてから再起動して、ソフト上から ARGB に設定したらマザボと連動できました。では次は実際に動かしてみます。FF15 ベンチを回します。設定は 4K のフルスクリーンの高品質。始まってすぐに動作クロックに目が行きました。このグラボ、ブーストクロックは 1770MHz の仕様。特に手動ではいじってないんだけど、1800、1900に行く場面もありました。温度は80度が上限くらいで推移してる。フレームレートは60から70の間を行ったり来たり。2080の時からするとかなり上がってる印象ですよ。ベンチ中の消費電力はシステム全体で最大 540W で平均400くらいって結果が出ました。PC の構成はi7-1700K メモリ 48GB SSD2 本とハードディスク2本です。推奨電源ユニットはこの3080のモデルでは 750W と書いてあったんですけど、i7-1700K とこの3080ならば実際 750W あれば大丈夫そうですね。シングルレーンのモデルの電源じゃないとダメかもしれないけど、うちのコルセアの RM750X では特に不都合はありませんでした。次はアークサバイバルレゾルブをやってみる。アークは目が覚めたら謎の自然世界に身に覚えのない様々な時代の人々がいきなり放り込まれていたところから始まるゲーム。こちらも 4K フルスクリーンの最高設定。ゲームは SSD にインストールされています。ちょっとその辺を飛び回ってみます。この1965というクロックは実際出てるんですかね？謎。フレームレートは GPU、CPU ともに使用率が低いにもかかわらず60をだいぶ割り込んでいる印象。こういうのってなぜ起こるんですかね？ゲームエンジンの問題？WQHD サイズでもやってみましたが、フレームレートはあまり変わりませんでした。最後に番外的なやつ。OBS という配信ソフトで、アークの画面に、ユニティ製の魔法のカメラ経由の多機の映像と字幕をつけて、録画してみました。アークのサーバーとクライアントを
1台の PC で立ち上げて、解像度は WQHD の最高設定。最近アークばっかやってました。面白いです。アークは生活。この子でその辺飛んでみる。ブヒューン。30fps 出るか出ないかぐらいになってます。遊んでて全くカクカクしてる実感がありませんけど、30fps 前後です。綺麗だね、ここの景色。次に、ライブ配信テストを 1440p でしてみた。同じく、WQHD 解像度の最高画質で、今度はアークのシングルモード。設定はこんな感じで、エンコーダは NVENC、ビットレートは8000と9000で試しました。NVENC はグラボパワーでエンコードするので、CPU に負荷がかからない。フレームレートは40の50くらいですね。画質も綺麗で問題ないように見えます。録画よりフレームレートが出てるのは、サーバーを起動してないからかな。見た感じ、高設定配信もできなくはなさそうね。タキが配信する日が来るかは謎だけど。はい。今回は GeForce RTX 3080で遊んでみました。3080は先代より安くなって性能の伸びも良い、いいグラボだと思います。1080Ti に負けるとも言われた2080の時は一番安いモデルでも初値は税込み12万言ってましたからね。今後のさらなる値下がりにも注目。それではご視聴ありがとうございました。3080を買おうと思った方は評価ボタン、チャンネル登録もよろしければ。また見てね。バイバイ。